こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス3億ドルの純流入となっています。アセットごとではビットコイン、イーサともにプラスとなってますけども、先々週まで全体でプラス20億ドル以上あった流入もですね、各社の流出から流入量がかなり減ってます。あとファンドごとで見てもブラックロック以外は全部マイナスとなってまして、売りの傾向が強くなってるのかなと思います。あと ETF の保有量に関しては今まではヘッジファンドの保有分が大きかったんですけども、ここ最近では投資アドバイザー企業の保有が多くなってまして、来年にはシェアが逆転するんじゃないかと一般層への普及が進むと見られています。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.8 億ドルの純流出となっています。先週末から流出傾向は変わらずですね、今回もマイナスだと3日連続の純流出となります。イーサも現時点では若干のマイナスとなっています。こちらも3日連続の流出がかかってますね。香港はビットコインがマイナス 333.69BTC、ドル換算では3150万ドルと、取引開始以来3番目に大きい流出が見られますね。全体的に流出傾向となっています。ビットコインの価格は現在94,400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、実質 GDP、米耐久財受注、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数などがありました。各米指標はそれぞれ予想以下という結果になっているんですけども、米ドル、米金利は続伸となってまして、米株各指数も反発した展開となりました。ただビットコインは米市場開場後も続落となってまして、一時92,000ドル台まで落ちています。ただ、米市場開場あたりでまた持ち直して、現在は94,000ドルあたりとなってますね。個別株の方では、先週末、テザーから 7.75 億ドルの出資のファンドが出たランブルが急騰してます。アフターマーケットでも上がってましたけども、米市場明けも上がりまして、一時16ドル突破、デイリーでもプラス 81.2% を記録してます。あと他ではマイクロストラテジーが新たに 5262BTC 買い増しを発表したこと、ロビンフッドの CEO がビットコインの準備金計画は今のところ考えていないと発言したこと、メタプラネットが新たに 619.7BTC 買い増ししたことなどが話題になっています。ただ対象銘柄はいつも通りビットコインに沿って動いてまして、それぞれ調整となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.77%、額としては609億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.2%、バイナスミはロングが 66.3% と下よりになっています。今後の指標としては、本日12月24日が米市場の後半が休みとなってまして、12月25日は米リッチモンド連銀製造業指数12月、あと米市場が全休場、12月26日にトルコの中銀政策金利、米新規失業保険申請件数などが控えております。他各所の見解では、ビットコインが8月以来の下落となっていることから、市場が弱気になってさらに続落する可能性があると。あとは先日から話題になっている FRB のタカ派的スタンスからですね、下への圧力がさらに強まっているというですね、ビットワイズらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、先週末の私の予想では、下がるにしてももう一度10万ドルを試すんじゃないかということで、週末も上がると見て、12月24日 AM6 時時点のビットコインは先週末の 97,593 ドルよりも上という予想でした。結果としては21日の時点でですね、10万ドルの攻防に到達しまして、その後じわ下げ、そして休日明けの米株が反発する中ですね、ビットコインは続落となってまして、そして判定時刻の12月24日 AM6 時時点のビットコインは 93,186 ドルということで、先週末の 97,593 ドルよりも下なんで外れです。はい、次。明日は米市場が後半休場となってるんで、12月25日AM3 時時点の予想ですね。ビットコインからアルトに資金移動しているという見方もありますけども、そこまで考慮しちゃうといろいろブレそうなんで、私としては米株との乖離に注目したいです。本日の米市場明けですね、米株が現状維持、もしくは続伸なら、今回ビットコインが単独で下がった分戻すと思うんで、上なんですけども、クリスマス前の調整で米株が下がるとしたら、ビットコインも続落になるんじゃないかなと思います。ただクリスマスの調整が織り込み済みな可能性もあると。でもね、年末ですし、ETF や OI の状況でも、ビットコインの単独での強さがなくなってる気がするんで、少し下が優勢かなと思ったんで下にします。なので12月25日AM3 時時点のビットコインは現在の 94,404 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては明日25日 AM0 時に
米リッチモンド連銀製造業指数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3410ドル、BTC 建ては 0.0361 と、先物の方では OI は全体でプラス 3.0%、額としては232億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.1%、バイナス意味はロングが 80.1% と下寄りになってます。チャートだけ見たら BTC 建てでは短期とレテンしたように見えますけれども、ETF もビットコインと同じく流出傾向となってまして、単独で強くなるファンドもないんで、他のアルトよりもビットコインに依存している状況は変わらないのかなと思いますね。イーサは来年以降に期待という見方は変わらないんですけど、下はドル建てでは3000ドル台キープできるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他のどこではまたトランプ政権の人選が話題になってますね。暗号通貨評議会会長にボー・ハインズ氏、経済諮問委員会議長にスティーブ・ミラー氏、上院銀行委員会の委員にバーニー・モレノ氏が任命となってます。いずれも仮想通貨派の人物で固めたことが界隈で注目されています。あとはクリプト .com が米国でスポーツベッティングを展開しています。クリプト .com 側はですね、CFTC 規制のデリバティブスポーツイベント取引という表現をしてるんですけども、界隈ではポリマーケットと競合とされてますね。あと他ではテラの TUSD を買い支えたとして SEC から訴えられてたジャンプトレーディングの子会社タイモシャンが 1.23 億ドルの罰金支払いに合意となってます。ルナショック前の2021年に TSD がデペグした際に2000万ドル相当の介入で価格を安定させて投資家を誤解させたとして罰金命令が出されてたんですけども、今回支払いに合意となっています。あとは HEX とパルスチェーンの創設者リチャード・ジェームス氏が脱税と暴行の容疑で指名手配となっています。過去数年分の税申告を怠ってたとして総額数億ユーロの脱税、また16歳の少女に暴行した容疑で指名手配となっています。関連銘柄の価格は今のところ大きく影響してないようですね。あとアルト関連ではユニスワップのユニチェーンが2025年の初めにメインネットを立ち上げると発表しています。あとユニスワップ自体はブロックエイドとの提携を発表してまして、スキャムトークンの検出に力を入れることでユーザー保護を強化すると発表しています。ユニの価格は現在14ドル、BTC 建てはプラス 2.6%、時価総額は26位ですね。ユニチェーンリリースまで上がれるのか注目ですね。あとは連日話題になっているハイパーリキッドですが、北朝鮮ハッカー関連とされているアドレスがハイパーリキッド内で取引しているのが話題になっています。このハッカーのアドレスが数十万ドルの損失額を出していることが注目されているんですけども、一部ではハイパーリキッドの脆弱性を探しているんじゃないかとも見られてまして、警戒されています。で、この話題が出てからハイパーリキッドから資金が引き出されてますね。ハイプトークも一時的に下落してます。DEX に限らず、他のプロジェクトも常にハッキングとの戦いで、昔から何年も資金を安全に保っているところは信用がありますけれども、こういう新しいところはどうしても、もしかしたら抜かれてしまうんじゃないかという懸念がありますから、今回も一時的に警戒が走っているのかなと思いますね。ハイプがこのまま価格を維持できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、ソラナの L2、ソニックが TikTok ユーザーにエアドロップ、ベドルステーブルのユージャルが1000万ドル調達を発表しています。ソニックは少し前のテレグラムゲームでのエアドロップの成功例を TikTok に持ってきたということで、その後の展開が注目されてまして、ユージャルに関してはバイナンスとクラーケン主導での資金調達が話題になっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。